おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、後ろ、こちらに見えております人物をお届けしたいと思います。人物がですね、顔の方がある程度中心にお見せしている動画となっております。細かいところまで見せておりますので、よかったら最後までご覧いただければと思います。面白いと思いますよ。後半の方結構、しっかりと画像撮れてます。前半の方はあんま良くないんですけど、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。今日は人物ですね。人物をお届けしようと思います。小さな滝の前に、女性がいるという、像でございます。モデルさんはですね、ちょっとこう関東からですね、関東のある地域から、やってくださるという方がいて、非常に助かりました。非常にお美しい方でございまして、完成どういう風になるか皆さん楽しみにしていただければという風に思います。まず筆墨入れと言ってですね、いつもこの作業をやってます。ここの段階も一応ね、ちょっとだけですけどお見せしております。白味というのに墨で描いていく作業でございます。墨で描いていくと、インプリマトゥーラというこれ白味という下地なんですけども、それに中間色とかちょっと暗めの色ですけども塗って、吸収を止める作業をするんですけど、でその際に墨で描いておいたら消えないので、例えば鉛筆で描いたりとかして吹きさち符とかで留めるという方法もあるかもしれませんけど、やっぱそれじゃなかなか見えないので墨入れが終了ということでございます。そしてインプリマトゥーラ、私が行っていた大学の教授はインプリマトゥーラ、ムサビさんはインプリミトゥーラとイタリア語なんで、その辺の言葉のニュアンスはねあれですけども、自闘争というふうに私の教授はコバルトブルーとこれはローアンバーですかねを混ぜて、テレピンを混ぜてよく混ぜ合わせます。ちょっと青みがかったようなぐらいの少し青多めに今回はちょっとしていい。茶色に寄せる場合もあれば青に寄せる場合も僕はありますけども、ちょっとこれは青に寄せていった。でテレピンでよく溶いて、絵の具に対してテレピンが5倍容量ぐらいかなという感じ。それに絵の具の容量と同じぐらいに今ポピーオイルを入れました。ポピーオイルとかいう感じでだいたい作っていきます。でこのインプリマトゥーラというので色が止まるというのと、なぜこの中間色を置くのかというと、油絵の具っていうのは明るいところを厚く塗っていくというのが原則なんですね。昔からある技法ですね。で、それで大体こういう風に大体中間色とかを置いていったっていうのが昔からの、中間色よりちょっと僕の場合もうちょっと暗めにしてます。これを 2層やりますので、光が当たってるところに絵の具が厚く塗っていくし、で要は白とか絵の具で売ってるのとか見ると白とかが厚く大きいチューブで売ってたりとかすると思うんですけども、厚く塗っていくという光が当たってるところに目が行くように描いていくというのが油絵の具の昔からある方法です。ちょっと画面今光ってますけども、申し訳ないです。日頃はですね北窓のアトリエなんで一応ね、でこれ完全に乾燥後今完成油で描く部分だけ濡らしていってます。北窓で描いていくあれなんですね。でなぜ北窓がいいかというと、光のあれが一定で安定するんですよね。南の窓やったら光が入ってきて、ずっと太陽が動いていってみたいな感じでなるんで、大体アトリエっていうのは北窓に作られることが多いです。それでなるべく大きく窓を取るということが多いです。うちもこれ確か180、90、90、90、90、串36、3メーター60ぐらい横幅あって、これ全部外せて、無理やりやったら下から1階からうわーって上げることができるようには設定してあります。全部外せるようにしてあるんですけどね。で、今絵の具を厚く塗っていっております。ちょっと前半画像が少し見えにくいかなと思いますが、後半すごくピントが合ってきますので、よかったら最後までお付き合いいただければと思います。どうしてもまだカメラの設定がよう分かってへんで、やりだしたという感じなんで、後半の方はカメラの設定がだいぶ分かってきたので、しっかりピタッとピントがあって、マチエールとかディティールっていうのは細部のことですね、が分かってくるんちゃうかなというふうに思います。よく見えるようにしてあります。もう本当に中の素敵なモデルさんでですね、わざわざも来てくださってですね、非常に助かりました。で、ちょっと明るいこれ釜湯というような仕事をしていて、釜湯っていうのは単色がですね、これもよく聞かれるんですけど、
インプリマット裏はこういう風に暗いの。もうちゃんと墨の線見えてるでしょ。で、単色で描いていくんですけど、直接色を置いていってもいいんですけど、まず僕は大体単色で描いて、明暗である程度デッサン的な捉え方をしてあげて、で、そこに色を少しずつ加えていくという方法をとっていって、油絵の具っていうのはやっぱり重なってきて複雑さみたいなのを出していったりとかするものなので、本当にレンブラント、もう何度も僕の動画だと同じような作家さんばっか出てきてますけど、やっぱりレンブラントという絵描きさん、これは叩き筆という筆で叩いていって、少し平滑にしていく。筆の筆致がですね、残っているのを少し鳴らしていくような感じですけど、レンブラントっていう人なんかが、すごくグレーズとかっていう絵の具のマテリアル、マチエルっていうんですけど、絵肌を使った、本当にすごい作家さんなんですよね。そういうのとかに憧れているところもあったりとかして、まず単色で描いて少しずつ着色していくというような感じで描いていくという技法。もう本当に古典技法っていうふうに言うとね、あれなんですけど、昔からある伝統的な方法だと思います。それやっぱりなんかずっと長いこと積み上げてきたものって、やっぱりそれの利便性みたいなのがあるから積み上がってきて長いこと、でこういうところなんかもね、筆致とかもやっぱりちゃんと考えながらですね、こっちの方向にこっちの方向にとかっていう風に考えながらとか塗っていったりとかしていっております。非常にいい作品ができたなと思うんですけど、屋外で実際に撮影までしてわざわざ来てもらってですね、佐賀の古湯っていうところがあるんですね。佐賀にいくつか温泉街があって、古湯っていうのと武雄っていうのと嬉野が多分一番有名だと思うんですけど、古湯っていうところの近くのところなんですね。僕のいくつかあるポイントがあってですね。で、こういうとこなかなか人が、だからびっくりしてました。こんなところにみたいな感じで、ちっちゃい川が、滝が後ろにあって、これいくつかここの場所では撮影とかしたことあるので、他の絵とかにも似たような感じのが出てきていることもあるかもしれませんが、わざわざ来ていただいたので非常にいい仕事になったんじゃないかなというふうに思います。で、少しちょっとね、動画自体は少しこの辺画像荒くて本当に申し訳ないなと思うんですけど、なかなかですね、その辺のまだまだカメラとかもね、全部同時に勉強していってるおじさんはですね、感じかなというふうに思います。それで単色で描いて少しずつ色をつけていって、油絵の具のそういうですね、透明感とか不透明感、半透明感みたいなのを生かして描いていくということをやっていく。もう本当にそれはもう絵の具の特性ですね。あとは可塑性っていうんですけど、要は可能な塑造のそうですね、可塑性っていう、要は絵の具をなんていうの、混ぜ合わせたりとか、絵の具を置いてそれを形に乾かんうちにしていくとかっていうことをしていける画材であるということっていうのもすごく魅力の一つなのかなというふうに、だからもう500年間、変わらず愛好者が多いというか使っている人が多いという画材なのかなというふうに思います。この辺ね、本当もうちょっとピントが合ってれば皆さんにすごく見やすい動画となっていたんでしょうけどね、すみません本当にね、なかなかですね、本当にいろんなもののね、テクノロジーの進化にだいたい半年から1年、いやもうちょっと遅いかな、2年ぐらい遅れて一生懸命ついていこうと、なんとかですね、周回遅れぐらいになってますけどついていこうとしているのがおじさんでございます。そういうもんでございます。でもね、もうそれを投げ捨ててしまったらもったいないんでね、楽しめるところは楽しまんといかんなというふうに思うんですけども、この辺なんかもうちょっとね、本当は綺麗に映るはずやったら、映ってたと思ってたんですけど全然映ってなかったっていうね、絵の具の筆致まで映ってきたら、最後の方本当映ってますのでよかったら。でこれなんか今ね、可塑性を生かして一瞬しか映ってなかったですけど、乾いてないうちに乾いた筆、何も毛先についてない筆とかでタッチとかを残していったりするんですよ。こういうのとかなかなか本物見てもなかなかわからないかもしれないですけど、本物とかを見ないとなかなか伝わっていかない部分かなというふうに思ったりします。でもう背景とも同時に描いていくという、後ろとかも同時に描いていきます。この辺のも単色である程度ガシッと描いていける
るというのはデッサンとかの力かもしれませんよね。で輪郭のところとかほんのにもう1ミリか2ミリ2ミリは言い過ぎかな1ミリぐらい重ね合わせて少しぼかしてあげるとかっていうことをしたりとかですね、これ乾いてる筆とかの毛先使ってこうさせて、こういうのをこうスフマート技法というね輪郭とかをぼかしていくという、だからもうレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザなんて本当全ての輪郭線みたいなのをこう境目が全部ないぐらいにこう筆でこう指とかも使ってやってあるんですよね。霧のようにボケるっていうスフマーレという言葉から来てるんですけど、ぼかして描いていくという。で背景も一応少しだけでもまず描いておいて、そこから髪の毛を描いていく。これも全部同時にやっぱりやっていく。丁寧に言うてますよね。丁寧に教えているかなと思います。やっぱ同時に描いていかんといかんなと。なんかこう受験とかでやっぱ油絵描って背景まで描くデッサンを描いてるっていうのはそういうことですよね。後ろもやっぱり同じように大事でっていう油絵家だけちょっと若干ね、油絵家が一番変な試験で2番目は彫刻家。でも彫刻はなんとなく彫刻家のこういう目的のためにやってんなとかデザイン家こうかな。油絵家が一番ねもう難しい。特にこう東京芸大とかなってくると難しい変な試験が出るんですよね。なんかねもう大変、あれ教える側も大変ですし、合格させる、ちょっと久しぶりに東京芸大の話とかまたねしていきましょうか。何度も聞いている方はねもう飽き飽きやっていう感じかもしれませんが、古典落語のように聞いてもらえたらと思うんですけど、私が受けた受験を受けた時は今から25年ぐらい前かな経つかな、25年ぐらい経つと思うんですけど、1995年とかもっと経つか、30年近くも経つのよね。今髪の毛も乾かんうちに明るい色とか置いてきますけども、私たちの前後ぐらいからだいぶ変な試験になっていったんちゃうかなという感じが、特に変な試験が出たのは私たちの時ちゃうかなと。僕らの時の前の年が一応石膏デッサンだったんですね。一応こうなんかこう芸大とかすごいんですよ。受験戦争ともうまさに言われる今髪の毛とかをね毛がこうちょっと広がって使わんようになった筆とか意外とこう再利用できますよ。こういうところとかでなんかちょっと広がった筆とか使ってやるんですけど、私たちの前の年は一応試験の一次試験というのが国技館であるんですよ。もう昔は国技館というところでやっていたんですけど、数が多すぎて入らないから、大学の校内中入らんから2700人とか僕受けた時いたんで、そこから60人、もう本当にね一握りですけども合格するのはね60人とかなんですけど、一次試験で5分の1、だいたい500人ぐらいに絞るという感じでした。一次試験はまず国技館で試験をやって、それもすごい変な試験変やなと思うんですけど、確か9時ぐらい集合とかで10時スタートとかで5時間昼休み入れて5時間とかやったような鉛筆デッサンですけどね、感じやったような気が、6時間なかったんちゃうかったかな、あんま覚えてないですけど、とにかくきついんですよ。でマス席という要はこうテレビとか映ってるのはマス状になって、ここに4人がお客さん座ってると思うんですあれね。で狭そうに座ってはるでしょ、国技館とかの相撲の映像とか見たら洋服とかも同時に書いててます。この辺の後ろのリボンを1本の方が良かったんで後でこう変えたりしてますけども、国技館で試験っていうのがあるんですけど、10号の作品です。でマス席に1人または2階席に確か両隣ぐらい空いて、こうなんかこうトントントンとこう座るみたいな感じで、マス席に1300人とか2階席に1300人ぐらいとかなんかそんな感じで入れてたんですよ。あれ試験の多分大変やったんちゃうかなと思うんですよね。で私たちが一時、僕が受けた現役で受けた時は確か何やったかな、靴とかやったかな、ちょっとあんま覚えてないですけど、そんなんやったような、一浪して受かった時は何やったかな。で受け直して芸大受かった時は自画像という試験やったんです。鏡配られたかな、あんま記憶ないですけど、配られたかもしれませんけどで二次試験が僕が受かった時はまずその前の年のですね落ちたんですけど、その一浪して落ちた年というのは一次試験が終わる時に館内放送でって今手も書いてますけど館内放送が流れて、二次試験の出題はってそんなこと今までなかったんですよ。ヌード油絵と石膏デッサンですと。
2日石膏デッサン2日とヌードの油絵2日と。なんで言うたかというと、もしこうモデルさんとかから漏れてしまったらいかんから、もう漏らしてしまおうということで言うた。石膏もどんな石膏像が出るんやみたいな感じ、もう漏れてしまったりしたらいかんからっていうので、まず漏れることでないんですけども、もう本当にこうみんな必死でこう何が出るんやっていう感じで予備校の先生とかもこうあれするんですけど、だからその時のヌードモデルってなった瞬間に一斉にモデル事務所にわーっと声かかって、試験中はもうねそれ必要ないけども人員を確保せんといかんからわーっとこういろんな予備校がそのねモデルさんを確保したりとかするんですよね。で二次試験デッサンは石膏で油絵はっていう風に館内放送流れて、僕は石膏デッサンかけた方やったからこの辺輪郭まだ僕はしてますよ。ね、こういう両方見ながらねおしゃべりも聞いて、でもう本当に予備校に一次試験が終わって帰ったか次の日かなんかにもう本当にこう先生とかから「お前もう受かった気でおるなよ」みたいな、ヌードもかけたからですね「おるなよ」みたいなこと言われて「そんなことないっすわ」とかって言うて僕はめっちゃチャンスやなと思ったんですけど。もうはっきり覚えてますよ。お前受かった気でおんなよみたいに言われたのが今水道端の学園長してますわ。はいそこまで覚えてますもんね。面白いもんですよね。意外と覚えてないことはもう全然忘れるんですけどね。やっぱこれは滝を書いてます。さっとね、ああいうこう1年間ってやっぱり印象深いんやなっていうふうに思うんですけど、で本当に受かったんちゃうかぐらい自信もあったんですけど、試験を受けに行ってみたら一浪の時ですけど受けに行ってみたら石膏像にこう何かビニールがかぶってたんですよね。でパジャントという石膏っていうのはすぐ分かったんです。で北窓に対して結構真正面から光が来るようなところにボンと置いてあったんですよ。でビニールかぶってて試験始まったらビニール外すんやろうなと、もうめちゃくちゃ緊張してますわ。何回やったかな。その年はねマス席やったんですよ。だから多分前半の方に受験番号いったんやと思うんですけど、マス席で試験で開始寸前になったらビニール外すんやろな思ってじゃあ始まったんですよ。あれと思ってビニール外さんと思って、そしたらビニールをかぶって布をロープ紐をぐるぐる巻きにしてあるのがそこでやっと見えたんです。それぐらい緊張してた。で背景のこう緑とかも描いていってます。もうその時点で多分アウトやったんですよね。で光も正面から光当たってるから、だいたいこう石膏デッサンとかやる場合横からの光とかで描いたりとか側光とかね、席の場所によっては逆光になることもありますしっていうので、もうあかんわって思って、でももう取り返せるわと思って、でヌード油絵が始まったんですけど、モデル台があって、座んのかな思ったら寝たんですよ。あれと思って、で寝てその前に果物かなんかが置いてあるんです。あんまりやらんかった書いたことないような感じでモデルさんが20分やって背景描いてってますよ。で10分休憩、20分ポーズして10分休憩みたいな感じでやるんですね。で1時間に40分描いて20分休憩っていうのが大体一般的なんです、モデルさんが。で完全に乾燥してから乾いてからすみません、1層目終わってね、もういきなりここまで来てるというね。でモデルさんがこう交代していって、昼休みかなんかに友達と話してて、モデルなんか変わってるよなとかって、どういうこと？要はポーズごとに違うモデルになってるよなっていう風に僕そこで気づいたんです。それぐらい試験って僕は上がり症やった。ちょっとこれスカンブルね、紫色塗りました。完成油というので塗った後に紫色塗って、この緑なんかね、やっぱ屋外で描いてるから反射光っていうのが、でこれが最終的にこうなりますっていうのをね、後でまたお見せしますけど、そうなんですよ。モデルさんが20分ポーズしたら隣の部屋行って、隣の部屋のモデルが来て、次はこっちでやってこっちでやってやってたんですよ。これなんか理由を聞いたら、やっぱ一人でもモデルさんが2日間の入試、油絵の入試なんですけど、途中で誰かがこの会場で一人でも倒れたりなんかした場合、要は
不利益になるじゃないですか。だから全部変えてたと。全部変えてた。それにも気づかなかった。だからそういう本当に試験って。それでもまだこうちょっとこう一応ヌードっちゃヌードやし、石膏デッサンっちゃ石膏デッサン。今こうね、スカンブリングって顔をだいぶこう黄色と緑みたいで明るくした後に、またモデリング。スカンブリングって半透明のをかけて、それでモデリングって厚く塗っていく。っていうことをしてます。それでももちろんその年はダメでした。そういう精神状態だと無理やなっていう感じでした。で、翌年にもう一回こう受け直しをしたんですけど、これもちょいちょい聞かれるんですけど、なんで受け直ししたんですかって、いるんですよ。で、いるのもあるし、学費がですね、私立の3分の1ぐらいですよね。だいたい50万ぐらいでむさびとか言ってたんですけど、確か120万、150万、初年度いろんななんとか費みたいな。あんな僕払えるかな、子供の。わからんけどね。そら、安く済んだら親はもうラッキーって感じですけどね。ほんとグリーンの上にこんな感じになってきて、グリーンとこの、オレンジ色みたいなのがうまく絡み合いながら。で、そういうのもあって、でも僕はそんなむさび嫌いじゃなかったんでと思ってたんですけど、教員免許を取らんといかんと取れと言われていて、それで別途10万円こう払ったんですよ。で、それで一応教員免許を取得するために、今は知らんですよ。昔も25年以上前の話ですけど。でも、どっかの動画でも言ってるんですけど、僕は残念ながら教職の免許をむさびでは取れなかったんですよね。不真面目な学生やから。でも、なんて思ってたんですよ。親に申し訳ないな。10万も払わせてともね、原付の安いやつ買えますもんね。10万あればね。と思っていたんですけども、そんな時に、兄貴もその大阪の方にある芸大と呼ばれる大学に行っていたんで、むさびと大阪の方にある芸大と呼ばれる大学やから、私立なんですけど、もう2人私立に行かせてたんですよね。考えてみたらすごいなと思いますよね。親父と袋多分50になってないと思うんですよね。45、僕より若かったんじゃうかな。2人で一人暮らしさせてたからですね。で、母親からですね、電話あって、ちょっとやっぱ受け直しできたらしてくれへんかって言って、いやーなんて言うて、もうしゃあないから、そうやったらもうと思って、親がちゃんとこう高校まで行って、で口とか書いててますね。調査書とか取りに行ってくれて、受けることにして。でもなんかこう夏期講習とか冬季講習会とかで予備校の先生とかしていたから、なんか気持ちも楽やったし、あとはあかんでもええわっていう気持ちもあったから、ちょっといろいろおふざけをして、ですね、センター試験にシャーペンで行って怒られるとかね、試験当日にそんな話、もう今絶対皆さんやめてくださいね。若い人見てたらそんな無茶苦茶なね、そんなアホな人いませんもんね。2日間の試験あるんですけど、当時は1日目国語、2日目英語みたいな感じで、必須科目みたいなのが2日に分かれてたんですよ。今はね、初日になってるはずです。1日目に国語、英語みたいになってるんですけど。で、こっち受けてもう帰ると。国語と英語だけで僕らの時でよかったんですよ。でも、どっちか、英語が必修やったかな。あと1教科自由やったかな。芸大って確かそんな感じなんですけど、むさびとかたまびとかも国語と英語だけ。あとは実技なんですね。で、2日間行くの嫌やから、どっちか必修で、どっちかの必修の初日に確か行って、確か英語やったかな。英語と物理って受けたんですよね。2日目も休みたかったからですね。はい。というので、試験一応受けた年に受かってます。はい。むちゃくちゃですよね。もう今絶対ダメですよ。やめてくださいね。昔はそういう噂があったんですよ。東京芸大はセンター試験とか見てへんのちゃうかと。噂ですよ。噂ですよ。それを自分で実証してみたということなんですけどね。鉛筆持っていかなあかんですけど、シャーペンでいけるかなと思って、シャーペン1本だけ持ってた消しゴムついてるから、ダメですと怒られて、と言って、じゃあ鉛筆借りれますかって言って、今貸してくれはるかなもう昔の話ですよ。で、一次試験が自画像ということで、本当に開始1時間何もしなかったという何度かお話してますけど、開始1時間何もしなかったんですよ。だから4時間ぐらいで書いてるんですけど、
なんでかっていうと、自画像って言ったらどんな絵描くかなって周りバーッと見てみて5人に1人になればいいという考えで言ってたんですよね。そうすると自画像って出た時にやったーって言ってみんな顔ドーン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 とこのぐらいの紙にダン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 と描いていくわけですよ。よし、ここで目立つ方法どうやと思ったらちっちゃく描きました。4分の1ぐらいのサイズに紙に対して4分の1ぐらいのところにちって描きました。バーッと離れてみたらやっぱりそういう構図の人あんまいなかったからですね。それで一次は通りました。噂でなんとなく一次試験と二次試験を合算するということはないんじゃないかという噂も流れてたりね。いろいろ噂ですよ。全部わかんないですけど、そういうのもあったから。この辺だいぶね、ほら、この辺見せなかった。ね、この辺ようやく見せれた。で、マチエールとね、この辺のマチエールを見せれたなと思います。それでもう一次試験が通って、で、二次試験。で、どんな試験出るか全く分からんと。一次試験の時にそういう前の年みたいにヌードですとか石膏デッサンですみたいな公表もなく、始まったんで、何出るかなと思ったら、行ったら、マス席と同じぐらいのサイズの、確か、もうほんと180センチ、180センチぐらいかなと思うんですけど、ここになんかその畳があって、多分もうこれよりもうちょっとちっちゃかった気がするんだ。こんなもんかな。ずっとアトリエに絵画刀っていうアトリエにマスが引いてあって、でその中この辺かなりね絵の具をしっかりとインパストって引いてあって、で、そこにキャンバスだけ置いてあって、初め木炭紙かな、2日間自分のテーマで描きなさいと言って、自分のテーマ自由に描けという試験でございました。そこからいろんなね動物園行ってみた、動物園で入試したりとか、国立博物館で入試したり、水族館で行ったり、今年はなんか太宰治かなんかの詩かなんかが出て、それから書けとかね、そう考えたらヌードモデルがいて、ヌードのとあれの試験に比べたらだいぶ変わったなというふうに思いませんかね。そんなふうに思ったりするのは私だけでしょうか。だいぶ変わったなと思う。それで髪の毛とかシューと。で、そんな試験やったから自分のテーマで。やっぱ周りの人たちはもう動揺してるわけですよね。過去にそんな試験出たことないから。うわーっとなってると。僕が受けた部屋、多分15人ぐらいやけど、3人実は受かってるんですよ。で、1人は結構パンクロックンローラーで本当にバンド組んで、あれやってるやつとかね、なんていうバンドやってるやつ。もう1人はなんか九州出身、福岡の出身のやつで、今も多分福岡で教えてますけど。でもう全然違うです。僕は本当にその時体を温めるためのドリンクっていうのがあるんですね。ウイスキーとかでわかんないですよ。私の友人のM 君の話を今日はずっとしてます。友人の話、私じゃないですね。なんか後ろポケットにそんななんか体が温まる飲料水を持っていってたんですね。はい。でそれをピンピンピンって3つぐらい書いて、受かったというお話でございました。そんなね、そんなお話何度もしてます。古典落語のようになってます。だから30分もあるなと思ったんで久しぶりにしてみました。最近視聴者になられた方、この辺ね、絵の具の毛先につけて、話うるさかったらミュートにしてください。ね、毛先ペッとつけてちょっと、こっから最後の書き込みへってなってます。あと何分ぐらい ?5 分ぐらいあるか。本当に油絵かってそう考えると難しいですよ。また完全に乾燥後、ここからはかなりピックアップでお見せしております。指ですり込むんですね。この溶き油完成油に関しては、この緑ね、これ勇気いりましたけど、自然と馴染むように叩き筆で叩いてみたりとかして。本当になんか謎多き大学東京芸大でしょ皆さんね。上野の動物園とか西洋美術館とか博物館とか行かれたらぜひ行ってみてください。お隣にございますので行けますので、確かカフェとかもあるんちゃうの？入れるのかな？入れると思うんです。知らんですよ。岡倉天心像とかバンとありますよ。ぜひ上野動物園行ったら西洋美術館、上野の森美術館、国博、飛び館、いろいろあるところの本当にもう
環境としてはやっぱりこうむさびと比べたらやっぱり全然ね、むさびたまびさんとかいろんな大学、全国のいろんな大学のに比べたら、でもそんな大学がめっちゃくちゃお金ないみたいなニュースとかで見るとやっぱ母校がね、寂しいですね。なんとかならんのですかっていう感じですよね。そういうこうピンチとかね、報道が出ている時とかこそなんか助けてくれとかいうね感じでなんかチャリティー展覧会とかやればいいのね。そういう時が一番チャンスなんですけどね。絶対みんな注目してるからね。なんて思ったりするんですけどね。やってるのかもしれませんが、ちょっとこう、絵の5本の少しずつ置きながら、こう、鳴らしながら描いていくというようなことをしていっております。いかがですか？この辺なんかもね、微妙にちょっと置いて、こうちょっと置いて、それを絵の具を伸ばすように、そしてこう点々とこう、筆色分割法っていうで、そこからこう絵の具を混ぜ合わせて描いていったりとかしていってます。入試の話久しぶりになんかしましたけど、本当にね、なんか、そうなんですよ。美大を受けるための予備校ってあるんですかって結構聞かれるんで。いや、今だからどこがやってます？予備校で結構、YouTube チャンネルやられてるとこあったりするからね、湘南さんとかね、湘南美術学院さんとか、あとはお茶美さんなんか昔からやってはりましたね。とかね、あと水道端も最近始めた、この1年ぐらいで始めたんちゃいますか。ね。やっぱもともと映像化とかあるからね、そういうの上手でしょうね。デザイン化とかね、絶対うまいはずやからね。で、本当に合格者、石膏デッサンとかあんな書けへんわと思いますもんね。ね、合格したばっかりの学生さんとかに書かせたらそれはうまいわと思いますよね。もうちょっと丁寧に作ったらいいのになと僕なんか思うんですけどね。逆にそのぐらいうちはもう出してもいいですって言って、あんまりこう昔はどっちかというと秘密主義にやっていたとこあるんですけど、今はどっちかというとそういうのをドンとこうちゃんと丁寧にこう見せた方が、昔水道端のなんか石膏デッサンの書き方の本とかってめっちゃうまいんですよ。あそこまでとは言わずともなんかああいう書き方みたいなのとかもうちょっと丁寧にとかやった方が、僕は多分お客さん来ると思うんですよ。お客さんちゃうな生徒さんへごめんなさい来ると思うんですよね。ということをね、学園長見てないでしょうけど、ちょっとね振ってみたんです。僕は水道端っていうとこ行ってたんでね、逆やと思うんですよね。どっちかというとどこもそこまでやってないからね、なんか早送りにチッと見せる動画を作ってるけど、逆にものすごいこう1時間ぐらいかけてね、6時間で帰ってセコードさんギュッとしたりとかしたのとか、案外みんな見たがるんちゃうかなと。ほんと地方でこう一人で勉強してるとか、学校に先生いない子とかいっぱいいますから、こういう時こそなんかそういうこうね、これだけできますよ、見せますよ、それでうち来たらこれ実際に見れますよみたいにしていった方が僕はチャンスやと思います。そんなことにチャンスがあるんじゃないかななんて思っております。最後の書き込みを見ていただいて、ありがとうございました。本日は受験の話ということでございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。最後の方ね、うまいこと撮れたかなと思います。非常に皆さんの参考になればなと思いますので、よかったらぜひ頑張って書いてみてください。自然の中でやっぱりですね、モデルさんとか置く場合は、置いて書く場合とかって、組み合わせることはあると思うんですけど、やっぱりこう、ちゃんとそういうところに行って、なんか取材とかした方がいいかなというふうに思いますよ。ご視聴ありがとうございました。では。